さんこんにちは。エンジョイスマイル本です。今回の動画はですね、いよいよ発売されたこの MRD リアユニットコンバージョンキットの組み立て動画になります。組み立てしながら、解説をしていきたいと思いますが、いろいろ、組み合わせによっていろんな効果も出るし、ホイールベース調整とか、いろんな組み合わせで楽しむことができますので、ちょっと動画が長くなりますけれども、これをちょっといろいろ解説していきたいと思います。実際こんな感じで、動画、ができてたら、こんな感じのものになるんですけれども、非常にガタもなく、動きも良くなるっていうパーツなので、皆さんに非常にお勧めしたいパーツでもあります。で、それでは、これから、組み立て動画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。組み立てる前に必要な工具を紹介していきたいと思います。まずは、MRD0コンバージョンキットを組み立てるときに使ってた工具と、似たような感じになります。ヤスリはあったらいいですよね。これを使う、機会はあんまりないかなとは思うんですけど、あったら、もうちょっとスルスル動く足を作ることに成り立てるっていう感じです。あと、ピンセット。こうやって曲がったやつがあったらいいかなっていう。あとは、今回ちょっと、0.9 ミリのネジになってるポールエンドとか使うことが多いので、0.9 ミリのレンチが必要です。あとは、1.5 ミリ。基本的にネジは、1.5 ミリのネジになっておりますので、これを使ってたらいいかなと。一番最後にホイールレンチとして使ってる、4.5 ミリのレンチなんですけど、これを使う。あとは、この前、0って使ってて、ピンバイスあったら、足をこうやって組み立てることが楽になるっていうことを、説明した通り、同じような感じですね。その後、こんな、曲がった、ラジオペンチ。ペンチではないんですけど、この型の、タイプのやつ。あとは、ナイフも使うことがあるのかなということで、こういったカッターナイフあったらいいかなと思います。それでは、組み立てていきたいと思います。はい、箱を開けてみたらこんな感じになります。まずは皆さん確認する必要があるのが、今回は、バッグ1から7まであって、プラスネジのバッグが入っております。で、なので、バッグ自体は8個あるのを確認してください。8個があることと、今回も前回と同様にこういうサンキューカードが入ってて、トリセツの QR コードもこっちにありますので、こちらからPDF をダウンロードして、プリントして、一緒に見てたら楽かなと思っております。で、その後もしお問い合わせすることがありましたら、こちらの方のQR コードでお問い合わせすることも可能です。はい。それでは、組み立てていきたいと思います。まずはバッグ1から組み立てていきますけれども、その前にですね、ネジのバッグ、こちらの方を、トレイ、皆さんトレイあったら、こんなトレイに、ネジをなくさないように、こんな感じで、用意して、組み立てやすくしましょう。で、それでは、組み立てやっていきたいと思います。で、バッグ1の方は、デフケースと、リジットアクセルが入ってる、箱に、バッグになります。こちらの方はですね、見た通り、リジットアクセルの方と、デフのカップ、デフケース、あと、ベアリングとシムが入っています。で、こちらの方を組み立てていきたいと思います。まずはですね、こちらのベアリングとシムがありますので、この、リジットアクセルを組み立てていきたいと思います。どっちかというと、こちらのベベルギアの、左側、実際車を後ろから見ると右側なんですけれども、こちらの右側を先にちょっと組み立てていきましょう。で、必要なのは、このシムを1枚、右の方に入れて、ベアリングを入れます。こちら。ついている。はい。
こんな形で。その後は、こちらの方にですね、D カットがあるんですけど、D カットと中身のこちらの、ちゃんと見てたらこの D カットに合わせてる段差がありますので、この段差に合わせて、このカップをギュッと押していきます。そうすると、こちらの、デフカップが、こちらの方まで辛い位置になりますので、こちらの方はちょっと力を結構入れる必要があって、こちらを最後までギュッて入れることを注意して組み立てていきましょう。反対の側はですね、SIM を3枚入れる必要があります。3枚を、反対側に入れます。で、その後は、ベアリングを組み立てて、はい、こんな形になります。反対側と同様に、こちらの方も T カットがありますので、T カットを、注意して組み立てる必要がありますけれども、ちょっとここ暗くて見えないと思うので、まあ、一つの、簡単な方法としてたら、この、シャフトがかかる部分を合わせて組み立てると、今回は反対ですね。で、こんな感じで入れてみると、入るっていう。でも、こちらの方で注意する必要があるのが、反対側は奥まで入れる必要があったんですけれども、こちらの方向に関してはちょっと緩めに、ちょっと最後まで入れなくて、最後に調整する必要があります。なぜかというと、こちらのデフの、位置によって、このデフのカップが、調整する必要があるっていうこともありますので、スイングシャフトがここにかかって、奥に行き過ぎると、なんかこちらの方がですね、ちょっと抜けてたりする感じもありますし、逆に、出張ってたりすると、スイングシャフトの動きが悪くなる原因にもなりますので、これは最後に調整する形になります。こちらの方だけですね。で、こちらの、リジットアクセルをデフのケースに入れます。で、こちらの方、ちょうど、1台3の、比率でSIMを入れてたらこんな感じで結構スルスル動くんですけれども、これをもし、皆さんがなんか動かしてみて、ちょっとなんか動きが悪いなっていうことで、自分で調整することのためにもなんかSIMを、一緒に添付してやっていきたい、やってたっていうこともありますので、実際このSIMって1枚ずつ 0.1 ミリなので、微調整ができるぐらいだと思います。で、こちらの方をですね、ちょっとこの動きを確認しながら、蓋を閉めて、閉めていきたいと思います。上のネジの方はですね、ボタンのネジの5ミリです。5ミリの方をまずちょっと先に締めていきたいと思います。こちらの方はですね、まずは、組み立てる際に、最後までギュッて締めると動きが、渋くなる可能性もありますので、こちらの方はまずちょっと軽く最後までギュッて締めなく、ちょっといい加減の方に、組み立てていきましょう。その後、こちらの方を、動きを確認しながら、ちょっと、こんな形で確認してみましょう。で、こちらのデフの部分がですけれども、デフケースが、皆さんが今後、いろんな、足の周りと組み合わせて、どういう風になるのかっていうことの共通の部分なんで、こちらの方はこちらからっていうことで、ちょっとこれを参考にして、ここからいろんな組み合わせができるっていうことがポイントです。これは共通部分ですね。はい。それではバッグ2組み立てていきたいと思います。バッグ2はですね、主にロアアーム関係のパーツが入ってて、ちょっとこれ見るだけでもパーツが満載っていうことは皆さんわかると思うんですけれども、こちらの方にこういう風に入ってるんで、今回はこの
曲がってるアームを、デフを後ろにする。だから、車を後ろから見るとこんな感じですね。ホイールベース S86mm ができるっていうことが特徴的で、あとは、トラクションがかかる。デフが後ろにあって、アームが、まあ、ホイールが回ると、リア、アームが、押す方向に行くっていうことで、トラクションがかかることが特徴的なものになります。で、それではこちらの方をちょっと組み立てていきたいと思います。で、必要な部分はですね、このパーツなんですけど、ちょっと皆さん見えますでしょうか。ここに A っていう刻印が入っております。A という刻印と、こちらの方に B っていう刻印が入っていることを、確認して、その上にこちらの方もですね、ここに A という刻印が入っている。その反対の方は、ここに B っていう刻印が入っていることがありますので、これを A は A で、B は B で、っていう形で組み立てていく必要があります。まあこれをちょっと組み立てていきたいと思います。まずはですね、このボールネジのここ結構いっぱい入ってるんですけれども、これを取り出して、アームのこちらの方に、2ミリのボールネジを組み立てていきたいと思います。まずはフロント、前方側を組み立てて、反対の側も同様です。はい。こんな形で、ボールネジをここで組み立てて、どっちかというと、これが、ここに入ってて、軽くちょっと仮組みしてみると、こんな形ですね。これで、ボールが、トーブロックで、ちょっとこういう開くことになってても、柔軟に対応ができる仕様になっております。で、これをちょっと組み立てていきたいと思います。で、先ほどのこちらの A のパーツは A のナックルアームを組み立てる必要がありますね。で、こちらが、先ほどの、取り出したこの2ミリのピンを先に入れて、芋ネジはですね、今回ちょっと短くてちょっと取りにくいという感じにもなるんですけど、ここ入れるときにちょっとギュッと締めて、こういう感じで、組み立てることができますので、こういった感じで、締めていきたいと思います。で、この状態で、はい。これが、スルスル動くか確認する必要がありますね。はい。非常に、スムーズに動く感じなので、特に今回は、ヤスリで処理する必要はないかなと思っております。で、この状態で、リアハブキャリアの上にも、ボルネジを組み立てていきたいと思います。はい。こういった形でアーム片側ができました。はい。こういったとこで、こんな感じで。で、今回、
デフが後ろに行く。だから、シャフトの軸よりも、デフの方が後ろに行ってる。こうやって見てたら分かりやすいですね。で、この軸ラインが前に行ってるんで、こちらの方で、ここに、まあ、上下、前後があるんですけど、こちらの方に3ミリのボールネジをつけましょう。3ミリのピローボールがついた段階で、このショックポストをつけて、こちらの方も非常にスルスルな感じなんで、はい。こういった感じで、これが片側完成っていうことですね。で、残りの片側もやっていきたいと思います。こちらの方も片側でピンを取って、動きがちょっと渋い場合には、このペンチでちょっと軽く潰してあげると動きが良くなります。はい、バック3は以上になります。こちらの方はですね、こういった形で組み立てていくことになるんですけれども、注意していく必要があるのは、今回のローアームが、ガールアーム、こういった形で、上がってる形、もうこれ見えますでしょうか。こっちの方が、そうですね。はい。こんな感じで、ちょっと上がっている感じなので、これが逆になることとか、こういった形で組み立てると逆になりますので、向きを注意して組み立てる必要があります。はい。この状態でですね、皆さんが、気になってるトーブロックなんですけど、今回、添付しているトーブロックは、1と3。だから、片側 0.5、1.5 ずつのものになります。こちらの方が、角度がつく、優しくドリフトができるもので、遠いがつくほど直進性が上がって、もうちょっとスピードを上げることができるっていうものになりますね。でも今回は、ドリフトができるような、1.0 を使って組み立てていきたいと思います。こちらの方はですね、こんな形で、ここは、ネジの、皿ネジの2ミリの6ミリを使います。
はい。で、ここで注意する必要があるのが、ですね、こういった形で前後のガタが出るっていうことも確認することができますね。こういったところでガタを確認するところで、どうやってこのガタをなくすかっていうと、まあちょっとこの、組み立てたやつをちょっとまたやり直して調整する必要があるんですけど、ここのボールネジのこちらの全体の長さを調整することで、まあいわゆるこっちをちょっと長くすることで、ガタがなくなるっていうことなんですけれども、こういったところでこの添付されているシムを入れることで微調整ができるっていうことになります。おすすめとしては、デフからちょっと、軸を後ろに入れることで、まあ、ユニバーサル角度がつきすぎてるっていうことも、まあ、正直なところありますので、こういったところで、ちょっと角度を緩くしてあげるっていう。はい。まあ、今1枚入れたんですけど、1枚入れて少しずつ、角度を調整、ガタをなくしてみる。まあ、これだけでもガタがもうほぼないっていう感じになりますね。で、こういった形でガタを確認しながらっていうことになります。はい。まあ、僕はもうちょっとガタがちょっと渋かったので少し締め切って、反対側も同様です。こちらの方にも紐を入れていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。まあ今結構肩がほぼ先ほどに比べてみると肩がなくなってスルスル動く足になりました。はい、これでバック3が組み立て完了になります。まあこういう形が見れるようになったので。それではバック3に行きたいと思います。で、バック3はですね、ユニバーサルなんですけど、こちらの方がですね、今回、いろいろ入ってて、特にこちらのスイングシャフトなんですけど、こちらの方が長さが3つあるんですね。3つがあって、この3つの中で、ローアーム A と B のところで使うのは、こちらの方なんですけど、ここに、ピントが、合ってるですね。はい。こっちをちゃんと見ると、この小さい点が2つあるの皆さん見えますでしょうか。このアームの A と B を使うときには、このユニバーサルスイングシャフトが点が2つあるとき、2つあるとこちらの方を使うことになります。それではこれを作っていきたいと思います。で、まずはこちらの先ほど、長さが M って言うんですけど、この M の2つを選んでいただいて、その他に入ってるこのパーツをバッグから取り出して組み立てていくってことになるんですけれども、で、こちらの方がこの辺のシャフトがあって、
この、小さいポストをここに入れて、で、こちらの穴の方に、ユニバーサルのピンを入れていきます。で、はい、ピンを通して、こちらの方を動きを確認しながら、ジョイントカバーをつけます。で、これでユニバーサルの片側ができました。で、こちらの方がですね、まあ、たまに緩い場合は、これをちょっと潰していただくと、まあ、こういった形で取れなくなるっていうこともありますので、まあ、こういった形で一つ片側ができましたので、引き続きもう糸型を作りたいと思います。こちらの方も先ほどと同様で、ピンを通してスイングシャフトをユニバーサルシャフトにつけることになります。こちらの方を、まあ、組み立て済みで皆さんに提供したかったっていう気持ちもあったんですけれども、まあ、どうしてもこの3種類が出てくるので、まあ、皆さんなんか変更する際には、まあ、自分で組み立て直す必要がありますので、まあ、そのためにも、まあ、こうやって、まあ、組み立てて、まあ、分解することもできるかなと思います。で、2つの分ができたので、これを先ほどのできたところに入れてみたいと思います。で、ペアリングを内側に入れて、外側にも入れまして、で、ユニバーサルシャフトを、ここからちゃんと外側に出していくってことなんですけど、皆さんこちらの方ですね。ここ、見えますでしょうか？ここが大事で、ここがちょっと出っ張ってる部分がないと、こうですよね。で、これがなぜ重要かっていうと、オイルナットを締めたときに、ここが、どっちかっていうと、ストッパーみたいなことになるんで、ここを肩を、ちゃんとホイールがスルスル動いてくれる。こんな感じですね。こんな感じで動かせるためにも、この隙間のこの段差は重要っていうことです。で、こういった形で組み立てていきます。反対側も同様ですね。反対側もこんな形でちゃんと隙間が出ることを確認して。はい。こういったところで、スイングシャフトを手風カップの方に入れておきましょう。で、これでバック3は終了しました。それではバック4で組み立てていきたいと思います。4はどっちかというとホイールベースプレートっていうことになります。で、こちらの方はですね、これも A と B が入ってて、この2種類になります。まあ今回今組み立てていくのはこちらの方になるんですけれども、こちらの外側をちゃんと見ていただくと、こちらの方にですね、A って書いてあります。皆さん見えてますでしょうか？これが A って書いてあって、ホイールベースプレート A、ショートですね。短い方です。こっちのこっちの上のプレートの方にもこれが A って書いてありますので、これがセット。A のセットですね。A のセットになります。
で、もう一個の型は、こちらの方に B って書いてあって、B は、ロングの方になります。こちらの方も B って書いてあってですね。で、デフが後ろの場合は、ショートのホイールベースプレートを使うと、ホイールベース S、M を使えることになります。S が 86mm、M が 90mm。で、そしてこちらの方を使っていただくと、L の方が 94mm、2L ですね。98mm のホイールベースが使えてて、だからデフが後ろの場合には、86mm、S から 2L までホイールベースが使えるっていうことになります。で、こちらの方、S を使う予定しておりますので、これ、ホイールベースプレート A を使ってて、組み立てていきたいと思います。で、まずは下の部分からですね、下の部分を組み立てていきたいと思います。こちらの方は、サラネジの 6mm を使って、組み立てます。上のホイールベースプレートはこんな形で、でこっちの部分にですね、ボタンの 8mm のネジを使って固定します。はい、これで、ホイールベースプレート A がついてる、デフ後ろの状態になります。はい、それではバック5に入りたいと思います。バック5はですね、主にアッパーサスになります。アッパーサスなんですけれども、こちらの方を組み立てる際にはちょっと注意することが何個かあります。で、今回の、この AB、ロアサス AB、なおかつ、デフが後ろの場合には、ロングサスを使うことはないので、こちらの方はですね、よく見ていただくと、短い方と長い方が入っております。こちらの2個が短い方。下のこの2個が長い方なので、こちらのワイドの方は今回使わないことになります。で、ここから取り出していただいて、今回使うもの、このアッパーサスピン2つと、アッパーサスアーム2つを使うことになります。で、MRD0 を組み立てた時に一緒だったんですけれども、こういうピンバイスで、このアップサスをこうやってピンバイスで通して組み立てたら楽っていうことは皆さんご存知だと思うので、で今回なんか組み立てるときにちょっとこれが残る感じに、組み立てていきたいと思います。で、それでは組み立てていきます。で、こうやってネジを回していきながら少し、ネジが残っていただくところでストップして、で、それを外して、前回と同様な、このショックポスト、カバーをここにはめます。はめた後に、ボールエンドを組み立ていきます。はい、これで片側のアッパーサスが完成しました。で、もう一のところを組み立てていきたいと思います。
こういったアームを組み立てる際にはですね、長さも非常に重要なんで、こちらのこうやって、平行のなった時に、長さが均等になっているのかっていうことを確認する必要があります。今は、左右均等なんで、これを使えるっていう感じになります。もう一つの方なんですけど、こっちの、アパサス、アームを組み立てる際には、必ずこっちのアパサスアームのこちら、ここから組み立てる必要があります。逆にボールエンド側から組み立てると、こっちの方が素材が柔らかいので、こっちに対してこっちの方が負けちゃうっていうことがありますので、ちゃんとここが組み立てられないっていうことがありますので、そちらの方は必ず注意してください。で、それでは、アッパサスを組み立てていきたいと思います。ピンを、アッパサスホルダーに組み立てて、この穴が上に来るようにしておいて、このピンを通します。で、その後、こんな形に前後にスライドすることになるんですけれども、これを固定するときに、芋ネジで固定する必要がありますね。で、とりあえず、まずはちょっと仮止めで、こちらの方を、軽く止めていくことにしましょう。で、これで今ちょっと仮止めができまして、で、反対側も組み立てていきます。反対側もできて、芋ネジ。はい、こういった形で、アームができたんですね。で、これを、今まで組み立てができた、リアシャスユニットに取り付けます。で、こちらの、ショックタワーがつくとこが、後ろに行くようにして、組み立てる必要があります。で、それで、この、ボールエンドを組み立てて、こんな形になります。このアッパサスアームホルダーが、アッパサスが前に行きます。で、そういった形で、この前後でスライドする必要があります。で、そういったとこで、この状態で、ここを押しながら、ちょうど、この穴ですね。このピン、アッパサスアームのピンが通したところを固定しながら、この芋ネジのちゃんと固定する必要があります。で、これでアッパサスアームホルダーが固定されました。で、反対の側も一緒ですね。反対の側も組み立てていきます。反対側も同様で、ここのアームのピンを押しながら、芋ネジを固定しましょう。はい。はい。これで、上を、この2点ですね。2点を固定します。ここは、サラネジの5ミリ。5ミリです。はい。この状態で、一応動きを確認する必要があるので、皆さんこんな形で、アッパサスアームも含めて全体のアームがスムーズに動くかどうかを確認してください。で、僕がおすすめしたいところは、
今のところちょっとアームが落ちない。今の状況でも落ちないっていうことがありますので、そういった形ではどこが渋いかっていうことを一つずつ潰していく必要があります。まずはこちらのアームのネジを外すと、こうやって動きが良くなっているところがありますので、こちらの方をちょっとそういったところで確認しながらネジを止める作業をやっていきましょう。で、戻しました。で、こちらの方もですね、紐ネジをちょっと外して、で、これをまた固定する。はい。こういった形で、組み立てを進めていきたいと思います。はい。それではバック6に組み立てていきたいと思います。バック6の方はですね、食のタワーと、リアショックを組み立てていって、いよいよ完成に近づいたっていうことになります。で、こちらの方でですね、まずは食タワーに3ミリのピローボールを組み立てていきます。僕の方は、基本、とりあえず、外側を使うことをメイン設定にしております。皆さん内側に入れてもうちょっとの食を柔らかくするとか、そういうことの設定も変わりますので、そういったところは皆さんの好みによって組み立ててください。はい。こちらの方はですね、こうやってこうやっていきますね。こちらの続きまして、ショックにダイヤルを組み立てます。ショックのダイヤルは、最初の入りが大事なので、そういったはみ具合をチェックしながら、一回入ったらスルスル簡単に回りますので、そういったところでチェックして、片側が完成してたら、反対側も一緒です。はい、こんな形で。はい。そういったところで、組み立てていきます。はい。こうやって動きを見ながら、渋い時には、こうやってちょっと潰すっていう。少し揉んであげると、動きがもっとスムーズになるっていう。やりすぎると逆に渋くなるっていうことがありますので、皆さん気をつけて。こっちの方がもうちょっとか。はい。こんな形になりましたので、向きに気をつける必要がありますけれども、デフの後ろ DB って言うんですけど、デフバックワード。デフが後ろの場合には、こういったところでショックが前側に行くように、はい。ショックが前側に行くように取り付ける必要があります。で、こんな形で、まずショックを取り付けます。で、こっちの方はですね、ボタンのネジ取り付けます。はい。この状況で、まずは先ほど取り付けてた
ショックポストをちょっと外して、一緒に、梱包されている、これが、ショックの動きを制限する。いわゆる、どっちかっていうと、動きをなんか比較して見せたいと思います。で、こちらの方がですね、こうつけると、こっちの方と反対の側が、こうなるんですけど、ちょっと微妙にこっちの方がもうちょっと上がるっていうことがわかりますでしょうか。こっちに比べてこっちの方がもうちょっと上がるっていう角度が制限されるっていうことのショックの、動きを制限するシムになります。で、こちらの方がなんか行き過ぎないようにっていう、例えばなんですけど、なんかドライブシャフトの動きがなんか良くないとか、なんかそういったところで調整する必要があるけど、リミットをしたいっていうことで逆に上側をリミットする形になりますので、こういったところでシムを入れて調整するってことになります。で、僕は、今回は、どちらとも入れることにします。はい。で、バネの方なんですけど、ちょっとこちらの方はちょっと、皆さんに届いたものと違ってて、色がついてないんですけれども、こちらの方がソフト、赤い色がついてるはずです。こちらの方が一番柔らかくて、いわゆる、鬼ロール仕様、ロールをもっと増やす仕様になります。で、こっちが、ミディアム。一番ノーマルの状態になります。で、一番最後にこちらの方がハードになりますので、重たいボディ使ってる時にはこれはちょうどいいかなって。で、これも、僕的にはちょうどいい、硬さだと思うんですけど、他のなんかグリップ車両に比べてみるとこれも非常に柔らかいっていう感じになると思います。ちょっと比較してみると並べてみます。ハード、ノーマル、ソフト。はい。こういった形でちょっと違う。全然巻き数も線形も全部違うものになるんですけれども、今回ノーマルの感じで組み立てていきたいと思います。で、先ほど外したショックポストをこうやってこんな形で、で、これをショックに組み立てて、最後にボールを入れる形になります。非常にスムーズで動きがいいっていうことが、もうこの動きでわかるんですかね。はい。こういった形で、先ほどちょっとこれ、組み立てちゃったんですけど、これを外して、ノーマルのバネを、ミディアムのバネをつけて、組み立ててみます。こちらの方も皆さんのセッティングによって変えることは、楽しさの一つにもなりますので、で、こういった形で、はい。とりあえずリアユニットの完成なんですけれども、これから、ホイールベースによってどうやってものを選定するのか。バック7の方に入るんですけど、バック7の方に、こういったパーツ、今まで使っていただいた、スパーギアと、今回は、皆さんのためにも、新しくピニオンギアと、カウンターギア、だから一体型で全部作ったので、こちらの方、一体感が出てくるし、非常にスムーズな駆動になると思うんで、これはおすすめしてます。こちらの方を、使うことに、することにしてたらいかがでしょうか。で、こちらの方はですね、続いてすぐ行くんですけれども、これが4種類、スパーギアがあって、こちらの方が S、M、L、2L。
だから、もうホイールベースと違ってて、ただ単に、スパーギアの長さを、ショート、ミディアム、ラージ、ロングですかね。ロング、2ロングっていう形になっております。こちらの方で、このホイールベースプレートの組み合わせで使えるものはこの2つですね。で、これが A のホイールベースで使えるもの。だから、シャーシープレートを、こういったシャーシの方ですね。シャーシに、普段こんな感じで付けれるんじゃないですか。この奥まで入れた状態が S、オイルベース S になりますね。で、一段階後ろに行くと M ですね。M になるっていうことで、S の場合は、この一番短い、このスパーギアを使います。で、M をこの一つ後ろの段階では、この M のスパーギアを使います。で、これを使うことによって、ホイールベース2段階。ホイールベースプレート1個に対してホイールベース2種類が使えるっていうことになります。はい、それでは DEF 前、DEF フォワード、DF 組み立てていきたいと思います。で、バック2にですね、組み立てることになるんですけれども、今回使うことは、こちらの曲がってるロアアーム、こちらの方になるんですけど、こちらの方に見ていただくと、ここ A って書いてある A ともう一個の B を使って、なおかつ、このリアハブキャリアの方も、こちらの、A と B が書いてあるものを使うことになります。こちらの方はですね、A は A で、B は B に組み立てることになります。はい、こんな形で。それでは組み立てていきたいと思います。で、まずはですね、ここ、パーツを取り出します。パーツを取り出して、2ミリのピローボールを組み立てます。はい、そして、リアハブキャリアを、こちらの A は A で、で、注意する必要があるのが、アームがガールアーム、こうやって反ってる形になっておりますので、こうやって下に曲がるようにして組み立てるのは、間違ってる方向です。必ず上に向いて、組み立てるようにしましょう。で、こちらの方は、2ミリのシャフトをリアハブキャリアと組み立てます。こちらの方に、芋ネジを固定していきましょう。はい。こんな形になります。こちらの方もですね、スルスル動くのかっていうことを確認していきましょう。で、こちらのハブキャリアの上の方に2ミリのピローボールを組み立てます。はい、こんな形になります。もう一方のとこも組み立てていきます。
はい、こういった形で左右のアームが完成しました。で、この状態でですね、今回、ロアアームの、組み立ての方はこんな形。アームが後ろに行く。アームが後ろに行くので、デフが前に来るんですね。まあ、こういった形になりますので、ショックを取り付けるこのピローボールが後ろに行く必要があります。で、そのためにこちらの方にブロックをつける必要があるんですけど、こちらの方がですね、ここに、小さい点があります。で、こっちの、右の側が点が一つになって、これをこういった形で固定していきます。はい。こういった形で、デフが前に行くときには反対側のこちらの方に3ミリのこの短いボールがつくんですけど、デフが前に行くときにはこちらの方にこんな形のオフセットするためのこのブロックをつけてピロー3ミリのピローボールをつけることになります。はい、反対側も同じように、こちらの方はここが点が2つがあるブロックを使って長い3ミリのピローボールを組み立てていきます。そうすることによって右側は点が1つ、左の側は点が2つの、アームのブロックを、ショックの延長ブロックを使って、こういう風に組み立てていくことになります。で、続きまして、これをデフケースに組み立てていきます。今回使用することは、等ブロック1を使います。こちらの方がですね、こんな形で、あとは、アームのはい。こんな形になります。で、こちらの方もですね、前後の型があるかっていうことを確認して、まあ、梱包されているこのちっちゃいシームを、こちらのアームの、2ミリのピローボールの間に挟むことで、こちらのこことここの前後のオフセットをここ型をなくすシムになりますので、それをつけて型をなくす作業をします。まあ、僕的におすすめする場合には、今回はシャフトがこの角度になりますね。
この角度になるので、この角度がもっとつきすぎると、シャフトが耐久性が悪くなるということにもなりますので、なるべくこの角度を減らすために、こちらの後ろの側をシムを入れることにします。で、そうすることによって、ユニバーサルシャフトにかかる負担が減ることにもなります。で、2ミリのピローボールのこういった形でシムを入れて、アームを組み立てます。で、シムを入れたときに、こんな形。シムを入れなくても、2ミリのピローボール自体をちょっと緩めてたり締めたりすることで、シム入れる効果と一緒になりますので、そういったことで調整することも一つの方法としてあります。はい。これで、もう先ほどに比べてたらほぼほぼガタがなくなったっていうことになりますね。はい。こっちの方は僕が先ほどちょっと、ネジを締めすぎないようにしてて、ちょっとオフセットを入れたって感じで、まあこんな形でガタがなく、綺麗な感じに仕上がりました。で、続いてなんですけど、こちらの方、ショックポストをここ取り付けましょう。はい。これで、バック2番はこれで OK です。はい。それでは、バック3のユニバーサルシャフトを組み立てていきたいと思います。こちらの、A、B を使う場合には、今回、ユニバーサルスイングシャフトがいろいろ入ってるんですけど、実は3種類が入ってて、その中でも M サイズ、まあ、ミディアムのサイズを使うことになります。それをどうやって見分けするかっていうと、こちらの方ですね。はい。今、小さい点が2つあるっていうことをわかりますでしょうか？この小さい点が2つあるのが M サイズです。で、M サイズの2つを用意していただいて、組み立てすることになります。で、こういった形で、はい、M サイズです。で、こちらの方が S サイズ、L サイズになります。はい。その他、こちらの方に入っているのが、ユニバーサルシャフトを組み立てる必要のパーツが一式入っております。で、それを取り出して、で、スイングシャフトの方にこのポストを入れて、シャフトの穴を通して、このシャフトのピンを通して、はい。こんな形で。その後は、この、ジョイントカバーをつけます。で、それで、スムーズに回るのかっていうことをチェックしながら。で、もう一型を作ります。はい、これで1セットのユニバーサルシャフトが出来上がりました。で、こちらの方もですね、ベアリングをつけていきたいと思います。
ベアリングの奥側がですね、特に、こんな形でちょっとシャフトを入れて奥までしっかり入れる必要があります。で、そうすることによって、こちらの、この隙間が出てくるので、どっちかっていうとこっちですよね。このつらい位置に対して、この段差が少しではみ出てるっていうことで、ホイールシャフトが、ホイールのシャフトがここに固定することによって、ちょっと、スムーズに回るように、余裕ができてくるっていうことになります。で、そうするためにも、奥側のベアリングは、しっかり奥まではみ込めるっていうことが必要になります。で、こちらの外側もしっかり留めましょう。はい。ちゃんと組み立てていただくと、こういった形ではみ出てるポイントが見えるようになります。はい。両方気をつけて組み立ていきましょう。はい。はい。それではバッグ4に行きたいと思います。バッグ4はですね、ホイールベースプレートなんですけど、こちらの方がですね、見ていただく通りに2種類があります。こちらの方がショートホイールベースプレート。で、こちらの方がロングホイールベースプレートになります。で、それぞれの方に見ていただくと、見えてますでしょうか？こういう風に刻印が入っているので、これが間違えないようには一応表示されております。なので、こちらの方、2種類がですね、まあそれぞれ、これが A で、こちらの方が B。まあこちらの方も B って書いて、はい。こういった形で B になっております。で、こちらの方がショートホイールベース。デフが前に行った時に、デフフォワード、DF って言うんですけど、DF の場合は、こちらのショートホイールベースプレートを使った場合、L、LL、3L、4L っていうことになります。一番ホイールベースが長くなる仕組みになります。で、このショートホイールベース使った場合は、L と LL、2L、94mm と 98mm が使えることになります。で、B のプレート、ロングホイールベースプレートを使った場合には、3L、4L っていうことで、102mm、106mm が、ホイールベースになります。今回僕が組み立てることは、この、ショートホイールベースを使ってて、組み立てていきたいと思います。まあ、こんな形で、まあ、軽く、まあ、仮止めして、ネジを留めていきたいと思います。下の方はですね、6ミリのサラネジを使って固定していきます。上の方はですね、ボタンのネジ8ミリを使って上のホイールベースプレートを固定します。はい、それではバッグ5に行きたいと思います。バッグ5はですね、主にアッパーサスプレート、アッパーサス関係のものを組み立てていくことになります。まあ、こちらの方はですね、アッパーサスアームが2つの種類があって、こちらの方がですね、ショート、ロングになりますので、デフが前とか後ろに行く場合、だからデフが
真ん中って DC って言うんですけど、DC じゃない場合には、このロングサスアームは使わないことになります。なので、ショートのサスアームを、サスのシャフトを使って組み立てすることになります。で、それでは組み立てていきたいと思います。で、こちらの方はですね、MRD のフロントを組み立てるときに使った技のこちらのピンバイスを使って組み立てることを皆さん覚えてますでしょうか？こちらの方を同じような感じで組み立てていくことになります。こちらの方を組み立てるときにはフロントと同様に締めすぎないように調整することが必要です。で、狙いとしてはちょい残る感じになります。こういった形で、短いこのポストをここに入れてガイドとして使うことがポイントです。で、それでボールエンドを組み立てていきます。こちらの方もですね、フロントと同様に必ずアームの側に先に、サスアームを先に組み立てて、ボールエンドは後の方に締め込んでいくっていう仕組みになります。はい。左右のアームが完成しましたので、アームを完成した際には、なんか左右のアームの長さが一緒なのかっていうことを必ず確認してください。で、今、僕が、左右確認したところ、同じような長さなので、こちらの方を使っていただきたいと思います。で、続きまして、このアパサスホルダーなんですけど、こちらの方に 1.5mm のピンを先に通して、先ほど組み立てていただいたこのアームをですね、組み立てていくっていうことになります。こちらの方はですね、組み立てていただくと、アームが前後にスライドする仕組みになっております。で、こちらの方はですね、まず、この状態で、アッパーのところ、これを固定するために、芋ネジをつけることになります。で、これは、まずは仮止めしておいて、あんまり締め付けないようにしましょう。後で、これを、位置を決めて固定する必要がありますので、こちらの方を今のところすぐなんか位置を固定しちゃうとアームが、動きが悪くなる原因になりますので、皆さん気をつけて、まずは仮止めして後で、アームの位置を決めるっていう順番にしましょう。で、この状態でですね、アームを取り付けます。アームを取り付けたら、先ほど相手がいなかった、こちらのアームが取り付けることになります。で、こちらの方をまずはちょっと組み立てていきましょう。で、この状態で仮組みができました。で、この状態でですね、
アッパーアームの固定する必要がありますので、で、この状態は、スライドした時に比べてみてたら、デフが後ろに行った場合には、このアームの位置が、アッパーアームの位置が前に行くんですけど、デフが前に行ってきた時には、アッパーサスの位置が後ろに行く。このピンの、ここの穴にですね、この 1.5 の、このドライバーでちゃんと動かないように固定して、その後、こちらの芋ネジを固定する。こんな形です。はい。で、反対側も一緒ですね。これを動かないように、ネジを締めるときにピンが動く可能性が高くなるので、動かないように固定した上に、この芋ネジを固定することにしましょう。で、そうすることによって、そのピンが余計に動かないようになりますので、それで、ピンが出っ張っちゃうと、あと、後ほどつけれる、ショックタワーにこのピンが合わって擦っちゃって、アームの動きが渋くなる可能性もありますので、それを防ぐためにこういう作業をします。その後ですね、まあ、ちゃんとこれが固定できてたら、上のネジを締めます。サラネジの5ミリのものを使って固定しましょう。それではバックロックにいます。バックロックの方はですね、ショックタワーと、ショックが入ってて、ショックを組み立てることになります。で、まずはショックタワーの方なんですけど、ショックタワー、ボール3ミリのピローボールをつけるところなんですけど、横から見ると、こちらの方ですね。ちょっと、この段差がある、こちらの方に、ボールをつけることにしましょう。僕は、外側を使うことをよくしますので、外側つけることにします。はい、続きまして、このショックケースなんですけど、ショックケースにダイヤルをつけることにします。ショックケースにダイヤルがつけてたら、まあ、ピローボールに当てはめます。はい。で、こういった形で完成することになります。で、この状態でですね、デフが前の場合には、横から見ると、ショックが後ろになる。この状態になります。で、この状態で、ここから、横から見ると、こんな感じ。はい。こういった形で、ショックケースからはこんな感じになります。で、この状態で、スプリング、バネは3種類があります。で、今回使うバネは、ミディアム。まあ、皆さんが手元にあるものはこちらの方に緑の線が色がついてると思うんですけど、こちらの方を使いたいと思います。で、一緒に添付してあるこちらの方なんですけど、こちらの方はショックのポストにつけるパーツですね。こちらのパーツをつけてたら、ショックが動く距離を制限する。アッパーアームが上に行かすぎないように
制限するものになります。これをつけることによって、動きがなんか激しくならないように制限するものにもなります。つけてもつけなくても、僕的にはどっちでもいいかなと思うんですけど、ユニバーサルがたまに、外れることとか、なんか物によってなんか違うこととかもありますので、一応、皆さんのリアユニットの具合によってつけるかどうかは判断して、ここにつけることにしましょう。で、これがとりあえずこんな感じで、つけることになりました。最後の方ですね。ショックタワーの真ん中の穴に 2mm の M2 のボタンネジをつけます。はい。これで、def 前、DF の組み合わせが出来上がりました。で、こちらの方をですね、シャーシに直接つけてみると、こんな形になるんですけど、このホイールベースが L の状態。こちらの1個を後ろにずらしてたら 2L、98mm の状態。先ほど僕が、言ってた、B の状態でしたら、この状態が、一番この状態と一緒になりますね。で、この状態が、2L じゃなくて 3L ですね。3L になって、もう一段階後ろに行くと 4L、106mm まで行くっていう仕組みになります。このdef の後ろに行った場合には、こんな形になります。で、バック7は共通として、ピニオンギア、カウンターギア、そして、今回新しく作ったスパーギア4種類が入っております。で、スパーギア4種類が入っておりまして、一番短い順番で A、B、C、D になります。A, B, C, D っていうことで、今まで使ってたホイールベース短いやつから長いやつまで全部共通に使えるような形になります。で、MRD0 プロトタイプで使っていただいたこのホイールシャフトをそのまま使えるのがこのスパギア A と B になります。で、今回新しく皆さん、ホイールベース長くしてみたいっていうことで、新しく作ることになったこのホイールベース長い専用になります。この C と D の方は、このバック7に入っている、長いセンターシャフトを使って、スパギア C と D を使うことになります。で、こちらの方、なぜならば、結構、こちらの A と D を、比較してみると、どれぐらい差が出てくるのかわかると思うんですけれども、こちらの方が長くなるほど、センターを、こちらの、回転するときにブレが出てくる可能性が高くなるんですね。それを防ぐために、シャフトを、この奥まで入れることによって、この中心をちゃんと立てるっていうことで、ブレが出にくくなる可能性があるっていうことで、新しく作ることになりました。なので、リアユニットとしては、ホイールベースももちろんなんですけれども、幅を決めてて、ホイールベースを決めるっていうこと。そういった形で、なおかつ、デフの位置、デフ前、デフ後ろ、デフセンター、になるんですけれども、それを、新しく DB、DF、DC っていう形になりますので、そういった形でいろんな組み合わせができるような、面白い仕組みになっているリアユニットコンバージョンキットになります。とりあえずこちらの方、皆さん、組み立てすることにお疲れ様でした。これで、皆さん面白く、楽しくドリフトができるような MRT を作ることが可能になると思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。それでは、バックに組み立てていきたいと思います。今回はですね、デフセンタ
DC 組み立てていきたいと思います。DC の中でも、デプセンターの中でも、ナローの方を組み立てていきますので、こちらの方ですね。皆さん見ていただくと、刻印が C があることが左側。で、こちらの、D があることが右側になります。で、これ、形一緒じゃないのっていうことだと思うんですけど、実はなんかこうやって横から見ると、こんな形になります。で、これが、こうなるように組み立てることは正しくないので、必ずこの向きで組み立てるようにしましょう。だから横から見ると、こんな形になります。ちょっと万歳っていう形になりますね。はい。それでは組み立てていきたいと思います。で、このリアハブキャリアなんですけど、こちらの方はですね、刻印がこの C になります。リアハブキャリアは A、B、C になるんですけれども、C は共通でセンターなので、左右共通で C を組み立てることになります。なので、C と D のロアアームを使いながら C のハブキャリアを使ってたらこんな形になります。これを組み立てていきたいと思います。まずはですね、こちらの方をここからピロボール一式を足していきましょう。ピロボールを出して2ミリのピロボールを組み立てていきます。こちらの方なんですけど、ここ前後の方に2ミリのピロボールを組み立てます。はい。その次はですね、このリアハブキャリアを2ミリのシャフトを入れて、こういった形で動きを確認しながら組み立てます。で、ハブキャリアの下側にある、この穴にですね、この2ミリの、芋ネジをつけて、シャフトが逃げないように固定します。で、その後ですね、この動きをチェックしながら、その後、2ミリのピローボールをハブキャリアのアッパーアームが取り付けれる部分に組み立てます。はい、反対側も一緒に取り付けましょう。はい、その後は、この短い3ミリのピローボールを使って、ショックが取り付けれるピローボールを組み立てましょう。最後は、その袋に一緒に入っているこのショックポストを
ちらの方に取り付けましょう。はい。こちらの手符のケースの方に左右をちゃんと確認して取り付けましょう。で、今回も、こちらのトーブロックを1を使って組み立てていきたいと思います。ネジを取り付ける前にガタをチェックしながら、こちらの方は、ガタがないんですけど、ここに比べてみると、こっちの方がガタがあるっていうことはわかりますね。で、こういった時には、この2ミリのピローボールをちょっと外してたりすることで、長さを調整することでガタをなくすことができます。で、その際にですね、一緒に添付されている、こちらの方ですね。こちらの、シムを2ミリのピローボールのところに入れて、こうやって調整することで、ちょうどいいぴったりの感覚を活かすことができます。で、こちらの長さはですけれども、トーブロックによって、こちらの距離が変わりますので、それに合わせる、距離の調整が必要になります。で、今のところ、ガタがなくなったので、こういったところで、調整して組み立てていきたいと思います。こちらの方はですね、下の方は、トーブロックの、サラネジの6ミリを使って組み立てます。はい。こういった形で。はい。それではバック3、組み立てていきたいと思います。バック3はですね、ユニバーサル関係のものを組み立てていきたいと思います。DC、デフセンターの、組み立ての場合には、ここに入っているユニバーサルシャフト、スイングシャフトの中でも一番短いやつを使うことになります。で、それがですね、こちらを見ていただくと、ここに点が一つあることは見えますでしょうか？この点が一つあることが一番短いショートのスイングシャフトになります。で、これと一緒のものを探して、こちらの方も、どっちも点が一つずつあること見えると思うんですけど、これをスイングシャフトとして使ってユニバーサルを作っていきたいと思います。はい、スイングシャフトの方にこのポストを入れて、この状態。この穴が見えるようにして、ここに、スイングシャフトの、ユニバーサルシャフトのピンを通して、ここで固定することになります。はい。この状態でこんな感じ。で、ここで、で、ピンが通されてたら、ジョイントカバーをつけて、ピンが逃がさないようにします。その後完成してたら、このスルスル動くことができるのか確認しましょう。
残りの片側も組み立てていきます。はい、完成してたら、こんな形。ユニバーサル2本ともスルスル動くのか確認しましょう。その後はですね、このリアハブキャリアの方にベアリングをつけていきたいと思います。で、ベアリングつける際には、奥側はこんな感じで、ちゃんと奥まで入れて、シャフトのこっち側が見えるように、しっかり奥まで入れてください。こうすることで、ホイールの、ナットを締めるときに、ホイールが、ロックされないように、ちゃんと動くようになりますので、こういったところで、こっちの出っ張りが出るようにすることが確認できたら一番いいです。反対側も組み立てていきます。はい。こんな感じになります。次はバッグ4になります。バッグ4にはですね、ホイールベースプレート2種類が入ってて、こちらの方が、ショート、こちらの方がロングになります。各パーツにはですね、よく見ていただくと、こういった形で、セットの B、ロングには B が書いてあって、ショートの方には、こういった形で A が書いてあります。今回僕が組み立てる際には、A プレート、ショートフォイルベースプレートを使って組み立てていきたいと思います。まずは仮組みをしていただいて、上の方は爪があるんで、よく組み立てすることが仮でできます。で、下の方はですね、この出っ張ってる部分があるんで、それを合わせて、こういった形で固定して、下の方にはネジを6ミリのサラネジを使って固定することになります。上の2箇所はボタンのネジの 8mm のネジを使って固定します。続きましてバッグ5になります。バッグ5はですね、主に
アッパーサスアーム関係になります。こちらの方はですね、まずはアッパーサスの方を組み立てていくんですけれども、こちらの方はですね、2種類のアッパーサスの方がありまして、アッパーサスロッド自体が、この一つの型は、短くて、もう一個の方は長い感じになります。右の方はショートで、ナローの方を使うときに使います。左の側はロングで、ワイド組みをするための専用のロッドになります。で、それでは今回、今のところ、ナローの組み立てになりますので、こちらの短いロッドを使って組み立てていきたいと思います。それでは、まずは、アッパーサス、リアのアッパーサスパーツなんですけど、こっちに先ほどのロッドを先に組み立てていきます。で、フロントのロッドを組み立てするときに、同様な形で、ピンバイスを使って、これを組み立てすることが、簡単で楽かなと思っております。で、注意することは、今回締め切りないように気をつけることですね。ネジがちょっと残ってる感じがいいかなと思っております。こんな感じです。で、その後は短いポストを入れて、ボールエンドを組み立てていきます。こういった形はフロントの組み立てをやってた皆さんは同じような感覚で組み立てすることができますので、そんなに難しくないかなと思っております。はい、片側ができたのでもう一方は作っていきたいと思います。はい。組み立てが完成してたら皆さんチェックする必要がある部分としては、左右均等に同じ長さになっているのかを必ずチェックしてください。こんな形で同じような感じになります。で、それを使ってアッパーサスホルダーの後ろからピンを通してアッパーサスを固定することにします。で、反対側も一緒です。ピンを通して固定することになります。はい。で、こちらの方なんですけど、アッパーサスホルダーからアッパーサスが結構前後スライドすることになりますので、それを固定するために紐ネジを仮止めします。はい、仮止めのした上でアッパーサスホルダーを組み立てていきたいと思います。こちらの方は左右同じように組み立てます。その上にですね、今回の方はこちらアッパーサスホルダーから見てみると、アッパーサスが真ん中の方になりますね。そういったところで固定する必要がありますので、
で、そういったとこで、こちらのピンを 1.5 ミリ、こちらのドライバーで固定する際に動かないように固定して、上からネジを締めていきたいと思います。はい。反対の方も一緒です。上のアッパサスホルダーをサラネジ5ミリを使って固定しましょう。それではバックロック組み立てていきたいと思います。バックロックはですね、ショックタワーおよびリアショック、1ショックを作ることになります。で、こちらのショックタワーなんですけれども、ショックタワーを組み立てる際には一つ向きに注意する必要があります。向きに注意するところなんですけれども、3ミリのピローボールを組み立てる際には、こちらの、向き、こんな形。固定する部分が出っ張ってる部分から3ミリのピローボールを組み立てるっていうことが大事なポイントです。続きまして、ショックケースにダイヤルを組み立てます。組み立てたショックケースをショックタワーのとこに取り付けます。はい。こういった形でショックを組み立てる際にはですね、この先ほどこの向きからショックをつけることになります。はい。こんな形ですね。ショックの向きを気をつけて組み立ててください。で、続きまして、バネの選定なんですけど、今回、3種類バネが全部入っております。で、皆さんが気になるところだと思うんですけど、こちらの方が A、一番硬いハードで、その続きまして、巻き数が多いのが B。同じ長さで巻き数が多いのが B になります。で、最後の方がですね、長くて細長いものがソフトになります。で、今回、組み立てるときに使うものは、こちらのミディアムを使って組み立てていきたいと思います。こちらのパーツを、これが一緒にこのバッグに入ってるんですけれども、こちらをショックポストにつけることによって、ショックが、動くときに移動距離を制限するシムになります。まあ、こんな形になります。上に行かないことを制限する。
行き過ぎないように制限するシムになります。で、反対側もシムをつけて、取り付けます。で、こうすることによって、こんな感じで動くショックになります。で、最後に、ボタンネジをショックタワーに取り付けるようにしましょう。はい。こうすることで、デフセンターの DC を組み立てすることが完了しました。バック7は共通として、ピニオンギア、カウンターギア、そして、今回新しく作ったスパーギア4種類が入っております。で、スパーギア4種類が入っておりまして、一番短い順番で A, B, C, D になります。A, B, C, D っていうことで、今まで使ってたホイールベース短いやつから長いやつまで全部共通に使えるような形になります。で、MRD0 プロトタイプで使っていただいたこのホイールシャフトをそのまま使えるのがこのスパギア A と B になります。で、今回新しく皆さん、ホイールベース長くしてみたいっていうことで、新しく作ることになったこのホイールベース長い専用になります。この C と D の方は、このバック7に入っている、長いセンターシャフトを使って、スパギア C と D を使うことになります。で、こちらの方、なぜならば、結構、こちらの A と B を、A と D を、比較してみると、どれぐらい差が出てくるのかわかると思うんですけれども、こちらの方が長くなるほど、センターを、こちらの、回転するときにブレが出てくる可能性が高くなるんですね。それを防ぐために、シャフトを、この奥まで入れることによって、この中心をちゃんと立てるっていうことで、ブレが出にくくなる可能性があるっていうことで、こう新しく作ることになりました。なので、リアユニットとしては、ホイールベースももちろんなんですけれども、幅を決めてて、ホイールベースを決めるっていうこと。そういった形で、なおかつ、デフの位置、デフ前、デフ後ろ、デフセンターになるんですけれども、それを、新しく DB、DF、DC っていう形になりますので、そういった形でいろんな組み合わせができるような、面白い仕組みになっているリアユニットコンバージョンキットになります。とりあえずこちらの方、皆さん組み立てすることにお疲れ様でした。これで、皆さん面白く、楽しくドリフトができるような MRD を作ることが可能になると思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではバック2に入りたいと思います。バック2は主にロアアーム関係のものが一式入っております。今回は、ロアアームね、一番長い、今回の EF、ロングサスアームですね。こちらの方が E の刻印が見えます。その次のこの F のアームを使って、ロングサスアーム、いわゆるワイドサスアームですね。ワイドサスアームと、こちらの方も、デフセンターに使ってた、DC に使ってた C の
ハブキャリアを両方に使ってて組み立てていく仕組みになります。こちらの方を、両方とも C の刻印が見える形になりますので、仮に組み立ててみると、両方ともこんな形の仕組みになります。で、取り付ける際には、アームの向きがありますので、上下を必ずここから上に万歳の状態にする必要があります。取り付ける際にはこちらの方を気をつけてください。それでは組み立てていきたいと思います。まずはですね、こちらの金属パーツ一式からピローボールを取り出します。で、2ミリのピローボールを取り出して、アームの部分に取り付けます。はい。こんな形で、ローアームに2ミリのピローボールをつけて、ピローボールから、ローアームからスムーズに動くようになります。で、続きまして、このリアハブキャリアをローアームに取り付けます。で、その際には、2ミリのシャフトをこちらのサイドから通して、ハブキャリアを固定することになります。で、こんな形で、スムーズに動くことが望ましいので、こちらの方を、見て、加工してたり、動くのがスムーズになるように調整しましょう。で、その後は、こちらの、ハブキャリアの穴から、固定がちゃんとできますように、こちらの芋ネジ、2ミリのちょっと短い芋ネジをこちらの方に取り付けます。取り付け際にはですね、こちらの方、ピンが、左右に動かないように、ちゃんとしっかり持ちながら固定することが大事です。はい。その後は、ハブキャリアの方に2ミリのピローボールを取り付けます。反対も一緒です。はい。この状態で仮組みをしていきたいと思います。で、トーブロックを取り付けたいと思うんですけれども、今回、リアユニットコンバージョンキットには、この1ミリ、トーブロック1と3が入っております。今回組み立てる際には1を使っていきたいと思います。で、1を使って仮組みをするんですけれども、仮組みをする理由としては、こちらのローアームの型をチェックするためです。で、今見ていると、こちらの方、左右とも、これぐらいの
上下のガタがあるっていうことが確認できます。このガタをなくす方法としましては、で、先ほど組み立てたこのピローボールの長さを、この状態のこと上下の、前後の長さをちょっと長くすることで、しっかり持っていくことによって、ガタがなくなるっていう、そういう仕組みなので、今回は後ろから、このピローボールの方に、ちっちゃい芯を入れて、オフセットを上げるっていうことで、こちらの方がちょっと長くなる効果が出ますので、それでガタをなくす仕組みになります。で、これで反対も一緒です。これでもう一回チェックをしていきましょう。で、今回も、仮組みをして、はい。しっかり固定されることも確認できます。なおかつ、スルスルアームが動くことが確認できますね。はい。この状態で、下のトーブロックを固定していきたいと思います。で、こちらの方は、サラネジの 6mm です。はい。その次はですね、ショックポストを固定するために 3mm のピローボールを組み立てていきます。その次は、ショックポストを取り付けます。はい、それではバック3に入ります。バック3はですね、ユニバーサル関係になります。ユニバーサルですけれども、こちらの3種類のスイングシャフトが入っております。その中でも一番長いものを使っていきたいと思います。こちらの方をですね、よく見ていただくと、こちらの方に点が3つ刻印がされております。3つがあると一番長い L ですね。で、2つがあったら M、1つがあったら S になります。SML の、スイングシャフトです。一番長いやつを使って組み立てていきたいと思います。こちらの方、2個。見ていただくと、こちらの方に刻印が入っていることが確認できますね。はい。ちょうどこの角度。はい。で、それで、組み立てていきたいと思います。で、まずスイングシャフトにこのポストを入れて、こちらの方、こうやって穴が見えるような状態にしておきまして、このスイングシャフトの
ピンを通して、はい。その次には、ジョイントカバーをつけます。で、そうすることによって、組み立てが完了します。で、こちらの方にスルスル動くのか、必ず確認してください。針の一本も同じように組み立てます。はい。こういった形で、2本とも完成しました。で、こういった形で、動きを確認しながら、ちゃんと組み立てが完了したか確認してください。で、その次はですね、ベアリングをリアハブキャリアに組み立てましょう。で、その際はですね、特に奥側と外側どっちもなんですけど、特に奥側をちゃんと、しっかり奥まで入れることが大事です。で、その際にですね、両方ともつけて確認する必要があるんですけれども、ここのシャフトの、段差の方がちゃんと見えるように組み立てる必要があります。で、それで、ホイールナットをちゃんと締めることで、ちゃんとホイールがスルスル回るようになるっていうことになりますので、そちらの方を気をつけて組み立てていきましょう。はい。反対側もそれで組み立てていきます。それではバッグ4に行きます。4は特に簡単で、2種類のオイルベースプレートが入っております。で、まずは、紹介していきたいと思いますが、こちらの方ですね。A っていう刻印が入っております。こちらの方ですね。ショートホイールベースプレートには A っていう刻印が。で、次の方を見ていただくと、こちらのロングホイールベースプレートには B っていう刻印が入っております。で、こういう、セットで組み合わせることでホイールベースが調整することになります。A、B、それぞれ2種類の、前後。シャーシーから言うと、この前後の、取り付け位置を使えることによって、4種類のホイールベースを使えることになりますので、今回組み立てるのは A を使ってて、ショートホイールベースの、M で組み立てていきたいと思います。まずはこんな感じで、軽く、仮止めして、下の方には、6ミリのサラネジをつけて、取り付けていきます。
上の方にはですね、8ミリのボタンネジを取り付けます。はい、次はバッグをアッパサスホルダーおよびアッパサス関係の取り付けになります。今回は、ワイドサス組なので、こちらのアームロッド、2種類があるんですけど、下のこの長い方を使って取り付けていきたいと思います。で、こちらのアームロッドなんですけど、この取り付けの方は MRD のフロントサスをロッドつけるときと同様です。同じような形で、今回も、ピンバイス使って取り付けてたら楽です。で、今回、取り付ける際には少しちょっと余裕を持ってストップする必要があります。狙いとしてはこんな感じだと思います。これぐらいちょっと残しておいて、長いこのポストを使ってこちらのボールエンドを組み立てていきます。はい。こんな形で長いアッパーサスアームができました。反対側も作っていきましょう。はい、取り付けが完了しました。最後の方は取り付けた際の、長さを同じように確認する必要があります。こんな形で同じようにできましたので、これを付けていきたいと思います。こちらの方をアッパーサスホルダー、こちらの方に取り付けます。ピンを通してこんな形になります。反対側もピンを通しましょう。こちらの方なんですけれども、スライドしてる感じなので、上の方から芋ネジでストッパーをつけることになります。芋ネジを仮止めして、最後に、位置を決めるときに、しっかり固定することにしましょう。今の段階では仮止めです。
はい。仮止めができましたら、こちらのリアユニットの方に取り付けます。取り付けて、ハブキャリアットの組み立てをします。こちらの方ですね。上から見るとこんな感じになります。で、こちらの方ですね。この状態になりましたら、ここから今自然にスライドができる状態に止まっているこの状況に、アッパサスを芋ネジで固定します。そのためにも、芋ネジ締めるときにピンが動く可能性が高いので、こちらの、ピンが動かないようにしてて、芋ネジを固定します。はい、反対側も一緒です。はい。これで固定がしっかりできました。その次はですね、上のアッパサスホルダーを5ミリの、サラネジで固定します。それではバックロックに行きます。バックロックの方はですね、主にリアのショック関係、ショックタワーや、ショックケースの組み立て、および、サスのバネを選定して作ることになります。で、まずは、このショックタワーの方に、こちらの3ミリのピローボールを組み立てます。で、組み立てる際には、こちらの方ですね。この向きに注意してほしいっていうことで、こっち出っ張っているところから、こうやってピローボールを組み立てていきます。はい、反対側も一緒です。はい。その次は、ショックケースにダイヤルを取り付けます。ダイヤルを取り付けたショックケースをショックタワーに取り付けます。こんな感じになります。こういった感じでショックを取り付ける方向としてはこんな形になります。で、今回は、こちらの一緒に添付しているショックポストに取り付けるショックのリミッターなんですけれども、これをつけて組み立てていきたいと思います。バネの方も選ばないとなんですけれども、バネの方は3種類が入ってて、今、並べておいたものがミディアム。で、その隣の方が、左側にあるのがハード。で、その
右側の方がソフト。で、皆さんが手元にあるものは赤、黄色、緑、赤なんですけれども、こちらの方で今回組み立てる方はミディアムを使って組み立てていきたいと思います。こちらに、ショックポストに、バネをつけて取り付けます。こんな形でスムーズに動くことが確認できます。反対側も下側のショックポストを外してショックリミッターをつけます。その後バネをつけて取り付けます。はい。こういった形でバネもつけられました。その後はですね、最後、ボタンのネジで使ってショックタワーを固定します。はい。ワイドグミの見立ては以上になります。で、こちらの方をですね、バック7は共通として、ピニオンギア、カウンターギア、そして、今回新しく作ったスパーギア4種類が入っております。で、スパーギア4種類が入っておりまして、一番短い順番で A、B、C、D になります。A, B, C, D っていうことで、今まで使ってたホイールベース、短いやつから長いやつまで全部共通に使えるような形になります。で、MRD0 プロトタイプで使っていただいたこのホイールシャフトをそのまま使えるのがこのスパギア A と B になります。で、今回新しく皆さん、ホイールベース長くしてみたいっていうことで、新しく作ることになったこのホイールベース、長い専用になります。この C と D の方は、このバック7に入っている、長いセンターシャフトを使って、スパギア C と D を使うことになります。で、こちらの方、なぜならば、結構、こちらの A と D を、比較してみると、どれぐらい差が出てくるのかわかると思うんですけれども、こちらの方が長くなるほど、センターを、こちらの、回転するときにブレが出てくる可能性が高くなるんですね。それを防ぐために、シャフトを、この奥まで入れることによって、この中心をちゃんと立てるっていうことで、ブレが出にくくなる可能性があるっていうことで、新しく作ることになりました。なので、リアユニットとしては、ホイールベースももちろんなんですけれども、幅を決めてて、ホイールベースを決めるっていうこと。そういった形で、なおかつ、デフの位置、デフ前、デフ後ろ、デフセンターになるんですけれども、それを、新しく DB、DF、DC っていう形になりますので、そういった形でいろんな組み合わせができるような、面白い仕組みになっているリアユニットコンバージョンキットになります。とりあえずこちらの方、皆さん、組み立てすることにお疲れ様でした。これで、皆さん面白く、楽しくドリフトができるような MRT を作ることが可能になると思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。